理解説。90歳超えても現役。クリント・イーストウッドの軌跡をたどるベスト10。こんにちは、レイムです。今日は、映画界の伝説的な俳優監督、クリント・イーストウッドについてお話しするよ。おお、クリント・イーストウッドか。ダーティハリーのイメージが強いけど、実は俳優だけじゃなくて監督としても超大物なんだぜ。そうなんだ。でも、そんなイーストウッドが90歳を超えても現役で活躍し続けているなんて、すごくない？本当に驚くぜ。彼のキャリアは、映画の歴史そのものとも言えるんだ。今日はその軌跡をたどって、彼の名作やすごいエピソードを紹介していくぜ。楽しみ。どんな作品がランクインするのか、ワクワクしてきたわね。それじゃ、早速第10位から紹介していくぜ。第10位。テレビドラマ、ローハイドでのブレイク。1959年。マリサ、いよいよベスト10の発表だね。クリント・イーストウッドさんの最初の輝かしい一歩はどんなものだったんだろう？えへ。期待してるだろ、レイム。記念すべき第10位は、1959年に始まったテレビシリーズ、ローハイドでのブレイクなのぜ。これが彼の俳優としての全国的な知名度を確立した最初の大仕事だぜ。テレビドラマだったんだ。映画館デビューが先かと思ってたよ。ローハイドってどんなお話なの？ローハイドはな、1860年代の西部、大規模な牛追いを描いた本格西部劇シリーズだぜ。彼はこの作品で、ギル・フェイバー隊長の副隊長、ローディ・エイツ役を演じたんだ。ローディ・エイツ。なんだかかっこいい響きだね。イーストウッドさんって、どんな感じで演じてたの？ダーティハリーみたいな武骨な感じ？いや、それが意外なのぜ。ローディは若くて未熟な部分もあるが、正義感が強く、困難に立ち向かうひたむきな青年として描かれたんだ。今のイメージと違う、クリーンで真面目な青年役だったなのぜ。今のイメージと全然違うんだね。それがすごく人気だったってこと？ローハイドは視聴率が高くて、アメリカ全土で8年間も放送されたんだぜ。毎週彼の顔がテレビに映ったことで、クリント・イーストウッドの名は多くのアメリカ国民に知られることになったんだ。特に若い女性に人気だったらしいなのぜ。8年間も、それはすごいキャリアになるよね。じゃあ、このローハイドでの成功が、その後の映画の仕事につながったってこと？まさにその通りだぜ。ローハイドでの活躍と彼のスター性が、イタリアのセルジオ・レオーネ監督の目に留まったんだ。レオーネ監督はマカロニウエスタン3部作の主役に彼を抜擢することを決めるんだぜ。ローハイドでのブレイクがなければ、あの伝説の七種の男も生まれなかったかもしれないなのぜ。なるほど。テレビでの人気が、世界の映画監督に注目されるきっかけになったんだね。ローハイドでの経験が、演技の幅を広げたのかな。間違いなくなのぜ。長いシリーズで様々な状況を演じることで、俳優としての基礎と表現力が培われたはずだぜ。この経験が、後の深みのある演技につながっているのは間違いない。だからこそ、第10位は彼の原点とも言えるこのローハイドでのブレイクなのぜ。第9位。荒野の用心棒。1964年。でマカロニウエスタンの顔に。第10位のローハイドで知名度を上げたイーストウッドさんが、次はなんで私たちの度肝を抜いてくれるのかな？次に紹介する第9位は、クリント・イーストウッドのキャリアにおいて、まさに世界への扉を開いた一本だぜ。1964年の映画、荒野の用心棒なのぜ。荒野の用心棒、聞いたことある、有名な映画だよね。この作品で彼は、イタリアのセルジオ・レオーネ監督と出会ったんだ。これが運命の出会いと言えるなのぜ。ローハイドで人気者になってはいたが、まだアメリカ国内でのスターに過ぎなかった彼を、レオーネ監督は自身の新作西部劇の主役に抜擢したんだ。イタリアの監督がアメリカの西部劇を？それがマカロニウエスタンって呼ばれるものなの？その通りなのぜ。イタリアをはじめとするヨーロッパで制作された西部劇を、本場アメリカの西部劇と区別してマカロニウエスタンと呼ぶんだ。そして、荒野の用心棒は、そのマカロニウエスタンというジャンルを世界に知らしめた記念碑的作品なのぜ。ちなみに、
この映画は日本の黒澤明監督の用心棒を非公式にリメイクしたものなんだ。黒澤明監督の、それはすごいつながりだね。それで、イーストウッドさんはこの映画でどんな役を演じたの？彼が演じたのは、七種の男と呼ばれる一匹狼のガンマンだぜ。多くを語らず、クールで無表情、そして圧倒的に強い、ポンチョを羽織り、葉巻を加えたその姿は、これまでのハリウッド西部劇にはない、アウトローでありながらも妙に魅力的な新しいヒーロー像だったんだ。ローハイドの真面目な青年ローディとは正反対のキャラクターで、観客に強烈な印象を与えたんだぜ。ローハイドのイメージから一転、寡黙でクールなガンマン。そのギャップがまた魅力的だね。だな、この荒野の用心棒は、ヨーロッパで大ヒットし、その人気がアメリカにも逆輸入される形で、クリント・イーストウッドは一躍、国際的な映画スターの仲間入りを果たしたんだ。彼独特の存在感と、レオーネ監督のスタイリッシュな演出が見事に融合したこの作品は、彼のキャリアにとってまさにブレイクスルーとなった。だからこそ、第9位にランクインなのぜ。第8位、ダーティハリー。1971年の社会的影響とキャラクター定着。第9位が荒野の用心棒で、マカロニウエスタンの顔になったんだもんね。次はどんな作品が出てくるんだろう。ワクワクするな。さあ、次に紹介するのは、クリント・イーストウッドという俳優のイメージを決定づけたと言っても過言ではない一本だぜ。第8位は、1971年のダーティハリーなのぜ。ダーティハリー。これも名前だけは知ってる。刑事物のイメージがあるけど、どんな映画なの？その通り、サンフランシスコ市警察のハリー・キャラハン刑事が、凶悪な連続殺人犯を追うポリスアクションだぜ。だが、このキャラハン刑事が、これまでの映画の刑事とは一線を画していたんだ。どう違うの？彼はな、法の抜け穴や手続きの煩雑さに苛立ち、時にはルールを無視してでも犯人を追い詰める、非常にタフで、ダーティな手段も厭わない男なのぜ。44マグナムを片手に悪党に立ち向かうその姿は、当時の観客に衝撃を与えたんだ。運が良けりゃな。さあどうする？っていう有名なセリフもこの映画から生まれたんだぜ。法の外で悪を裁く。なんだか危ない感じもするけど、それが当時の社会に響いたってこと？ああ、この映画が公開された1970年代は、アメリカで犯罪が増加し、社会不安が高まっていた時代だったんだ。そんな中で、ダーティハリーのような悪には超法規的な手段で立ち向かうべきだという考え方が、一部の人々から熱狂的に支持されたんだぜ。一方で、その暴力性や非合法な手段を肯定するかのような描き方には、激しい批判も巻き起こった。まさに賛否両論を巻き起こした、社会的影響力の大きい作品なのぜ。社会現象になったんだね。イーストウッドさんの、あの寡黙でクールなイメージが、このダーティハリーでさらに強固になったのかな？その通りなのぜ。彼はこの役で、それまでの西部劇のガンマン像に代わる、現代的なアウトローヒーローとしてのイメージを確立したんだ。ダーティハリーシリーズはその後も続き、ハリー・キャラハンはクリント・イーストウッドの代名詞とも言えるキャラクターになった。この作品が彼のキャリアに与えた影響は計り知れないからこそ、第8位にふさわしいなのぜ。第7位、監督デビュー作、恐怖のメロディ、1971年。次はどんなすごい話かな？マカロニウエスタン、ダーティハリーときて、次は、さあ、クリント・イーストウッドのキャリアにおける、もう一つの決定的な一歩なのぜ。第7位は、1971年の恐怖のメロディでの監督デビューだ。監督デビュー、ダーティハリーと同じ年なんだ。俳優としてものすごい人気を得ていた時期に、もう監督にも挑戦してたなんて、本当に驚きだよ。そうなのぜ。彼はこの作品で初めてメガホンを取り、単なる演じる側から、物語を自分で作り上げ、語る側への大きな一歩を踏み出したんだ。この映画は、彼が俳優としてだけでなく、映画作家としての才能も持っていることを証明した最初の作品なのぜ。恐怖のメロディって、具体的にはどんな内容の映画なの？
イーストウッドさん自身も出演してるの？ああ、もちろん彼自身が主演を務めているぜ。内容は、ラジオの DJ が、彼に熱狂的な好意を寄せる女性ファンに執拗に付きまとわれるようになるという、非常に緊迫感のあるサイコスリラーだ。比較的低予算で制作されたインディーズ的な作品だったんだけど、公開されるや否や、その巧みな演出とサスペンスの構築が高く評価されたんだぜ。へえ、ただのスリラーじゃなくて、心理的な怖さもある感じなんだね。初めての監督作品で、主演も兼ねて、しかもこんなに評価されるなんて、やっぱり才能が溢れてるんだね。だろ？評価たちも、彼の監督としての手腕に注目したんだ。俳優が片手間に撮った映画ではないと評価され、その後の監督キャリアへの期待が一気に高まったんだぜ。この成功があったからこそ、彼は自身が本当に撮りたい作品を、自分のビジョンで作り続けることができるようになった。後の、許されざる者や、ミリオンダラーベイビーといった傑作を生み出す。その、監督としての道のりが、まさにこの、恐怖のメロディから始まったと言えるなのぜ。第6位、アカデミー賞受賞作、許されざる者、1992年。監督デビュー作の恐怖のメロディで才能を見せつけたイーストウッドさん。次は何が飛び出すの？アカデミー賞ってタイトルに入ってるけど。レイム、いいところに目をつけたな。第6位は、クリント・イーストウッドを監督としても俳優としても、ハリウッドの頂点に押し上げた傑作だ。1992年の許されざる者なのぜ。許されざる者。このタイトルもよく聞く。アカデミー賞を受賞したんだね。ああ、この作品は第65回アカデミー賞で作品賞と監督賞を含む主要4部門を受賞したんだぜ。イーストウッド自身が両方受賞し、名監督としての評価を決定的に確立した作品なのぜ。作品賞と監督賞の両方を受賞したんだ。それは本当にすごいことだね。この映画はどんなお話なの？この映画は、引退した元凄腕ガンマンが再び銃を取る西部劇だ。だが、これまでの西部劇とは違い、暴力の虚しさや罪の意識を描く、大人のためのリアリティある作品なのぜ。西部劇の神話を解体。なんだか難しそうだけど、すごく興味深いね。ダーティハリーやマカロニウエスタンのクールなガンマンとはまた違うのかな？全然違うなのぜ。主人公ウィリアム・マニーは、過去の罪に苦悩し、弱さも老いも隠さない生々しい人間だ。自身のイメージを逆手に取り、虚無的なアンチヒーローを見事に演じ切ったんだ。監督としても、人間ドラマを描く手腕が高く評価されたなのぜ。なるほど。自身のイメージを壊すことで、より深い演技を見せたんだね。そして監督としても評価された。この作品が、俳優としてだけでなく、監督映画作家としてのイーストウッドさんを不動のものにしたんだね。その通りだぜ。この許されざる者の成功が、彼の監督キャリアに弾みをつけ、その後の傑作へと繋がっていく。彼の映画作家としての地位を確立した、文句なしの第6位なのぜ。第5位、ミスティック、リバー、2003年での人間ドラマの進化。第6位は、許されざる者でアカデミー賞。監督としても一流になったイーストウッドさんの第5位は何かな？どんな作品なんだろう？さあ、第5位は、クリント・イーストウッドが人間ドラマの深淵を覗き込んだ傑作だぜ。2003年のミスティック・リバーなのぜ。ミスティック・リバー。聞いたことあるような。タイトルからしてなんだか神秘的だね。どんな物語なの？これはな、幼馴染の男3人の、過去のある出来事によって引き裂かれた友情と、大人になってから起こる悲劇を描いた重厚なミステリードラマなのぜ。子供時代のトラウマや罪の意識、そしてそれが人生にどう影響を与えるか、というテーマを深く掘り下げているんだ。過去のトラウマ、なんだかずしっとくる話だね。イーストウッドさんはこれをどう撮ったの？彼はこの作品で、俳優たちの演技をじっくり引き出し、登場人物たちの心の葛藤や苦悩を鮮烈に描き出したんだ。特に、主演のショーン・ペンとティム・ロビンスは、この映画でアカデミー主演男優賞と助演男優賞を受賞している。それだけ、
役者の演技を引き出す監督としての手腕が際立っていたということなのぜ。主演と助演でアカデミー賞。それはすごい。役者の演技力もさることながら、それを引き出したイーストウッドさんの監督としての力がすごいってことだよね。その通りだぜ。許されざる者で監督としての地位を確立した彼が、このミスティックリバーで、人間の心の闇や複雑な感情を深く、そして繊細に描ける映画作家であることを証明したんだ。単なるジャンル映画ではなく、普遍的な人間の業を描く彼のスタイルが、この作品でさらに洗練されたと言えるなのぜ。だからこそ、彼の監督キャリアにおける重要なターニングポイントとして、第5位にランクインなのぜ。第4位、ミリオンダラー、ベイビー。2004年での2度目のアカデミー賞。ミスティックリバーで人間の深い部分を描いたイーストウッドさん。次はアカデミー賞を2度目に取った作品ってことは、すごく感動的なのかな？その通りなのぜ。レイム、第4位は、世界中が涙し、クリント・イーストウッドに2度目のアカデミー作品賞と監督賞をもたらした傑作だ。2004年のミリオンダラーベイビーなのぜ。ミリオンダラーベイビー。ああ、これも聞いたことある。ボクシングの映画だったっけ？ああ、孤独なベテランボクシングトレーナーと、プロボクサーを目指す一人の女性の、師弟愛を描いた物語だ。頑固で不器用なトレーナーが、ひたむきな彼女の情熱に心を動かされていく様が、本当に感動的なんだぜ。なんかもう、聞いただけでうるっときちゃうね。それで、これが2度目のアカデミー賞受賞作なんだね。作品賞と監督賞？なのぜ、第77回アカデミー賞で、主要である作品賞と監督賞の2冠を達成したんだ。さらに、主演のヒラリー・スワンクが主演女優賞、モーガン・フリーマンが助演男優賞を受賞。まさに作品に関わった多くの人が評価された。イーストウッドのキャリアでも特に輝かしい1ページなのぜ。わあ、出演者も賞を取ってるんだ。監督としても、人間ドラマを描く力で再び最高の栄誉を手にしたんだね。ああ、彼はこの作品で、スポーツという枠を超え、人間の尊厳や、人生の残酷さ、そしてそれでも失われない希望を、静かで力強い演出で見事に描き切った。見る者に深い感動と問いかけを与える、彼の成熟した映画作家としての到達点の一つと言えるなのぜ。だからこそ、文句なしの第4位なのぜ。第3位、アメリカン、スナイパー。2014年の大ヒット。いよいよトップ3。ミリオンダラーベイビーで再びアカデミー賞を取ったイーストウッドさんの、第3位は何だろう？アメリカンスナイパーってタイトル、なんか強そう。その強そうなイメージ通りなのぜ。レイム、第3位は、クリント・イーストウッドのキャリアの中でも異例の大ヒットを記録した作品だ。2014年のアメリカンスナイパーなのぜ。異例の大ヒット。アカデミー賞もすごいけど、たくさんの人が見たってことだよね。どんな映画だったの？これは実在したネイビーシールズの狙撃手、クリス・カイルの反省を描いた作品だ。彼の戦闘での経験や、帰還後の苦悩を生々しく描いていて、見る者に強烈なインパクトを与えたんだぜ。全米で記録的な興行収入を叩き出し、イーストウッド監督作としては最大のヒット作になったのぜ。うわぁ、実はなんだ。しかも監督作で一番のヒットって、すごいね。許されざる者やミリオンダラーベイビーとはまた違うヒットの仕方なのかな？ああ、アカデミー賞も複数ノミネートされたが、特筆すべきはその社会現象とも言える大ヒットぶりだ。イーストウッドは、この作品で戦争の現実と兵士の内面を深く掘り下げ、幅広い層の観客に支持された。70代後半でのこの商業的成功は、監督としての彼の衰えを知らない人気と実力を改めて証明したなのぜ。なるほど。興行的にも大成功させて、しかも戦争の難しいテーマを描いてるんだ。年齢に関係なく、新しい観客にも響く作品を作り続けられるのが、本当にすごいところだね。その通りだぜ。監督として円熟期を迎えてなお、これほどの話題作と大ヒット作を生み出したアメリカンスナイパーは、彼のキャリアの多様性と影響力を示す重要な作品だ。だからこそ、堂々の第3位なのぜ。
第2位、グラントリノ、2008年での自己贈との対話。ついにトップ2まで来たね。第3位はアメリカンスナイパーの大ヒットだったけど、第2位はどんなすごいエピソードなの？グラントリノって、なんか車の名前みたいだけど。レイム、その通りだぜ。第2位は、クリント・イーストウッドが長年演じてきた自己像と、正真正銘から向き合ったと言われる傑作、2008年のグラントリノなのぜ。自己像と向き合うって、どういうことなの？この映画で彼が演じたのは、偏屈で頑固な、人種差別的な退役軍人だ。朝鮮戦争の経験を引きずり、近所に住むアジア系の移民家族、特に少年タオとの交流を通して、自身の凝り固まった価値観や過去と対峙していく物語なのぜ。偏屈なおじいさんが、若い子と交流する中で変わっていく、心温まる話なのかな？物語自体は感動的な要素もあるが、この作品の核心は、イーストウッド自身が演じるキャラクターが、彼がこれまで荒野の用心棒やダーティハリーで演じてきた、孤独でタフな男のイメージと驚くほど重なる点にあるんだ。しかし、今回はそのためで使いながらも、老い、偏見、そして内面の葛藤といった、これまで見せてこなかった側面をむき出しにする。これはまさに、俳優クリント・イーストウッドが、自身のパブリックイメージ、つまり自己像をメタ的に問い直し、乗り越えようとする試みだったと言えるなのぜ。なるほど。タフガイのイメージはそのままに、弱さや葛藤を描くことで、俳優としての深みを見せたんだね。ファンにとっては、これまでのイーストウッドさんがさらに好きになる作品かもしれない。その通りだぜ。彼はこの作品で、自身の代名詞とも言える役柄の延長線上にいながら、そこに人間的な脆さや変化を加え、キャラクターに圧倒的なリアリティと深みを与えた。監督としても、静かで力強い演出で、登場人物たちの心の機微を丁寧に描いている。観客は、彼が演じるコワルスキーを通して、どこか俳優クリント・イーストウッド自身の人生やキャリアを重ね合わせて見てしまう。その自己像との対話とも言える演技と演出が、この作品を単なる人間ドラマ以上の特別なものにしているなのぜ。だからこそ、彼のキャリアを語る上で外せない、第2位なのぜ。第1位、クライマッチョ、2021年と90代での主演、監督。ついに第1位。グラントリノでの自己像との対話もすごかったけど、それを超えるなんて一体何なの？クライマッチョって、どんな映画？レイム、いよいよ真打ち登場なのぜ。クリント・イーストウッドの監督キャリアにおいて、これ以上ない衝撃と感動を与えた第1位は、2021年のクライマッチョだ。クライマッチョ、名前は聞いたことあるけど、これが一番のエピソードなの？この作品が何よりすごいのは、クリント・イーストウッドが、なんと90歳を超えてから主演と監督を務めたということなのぜ。90代で長編映画の主役を張り、同時にメガホンも取るなんて、映画史を見ても前代未聞の偉業だ。90歳を超えて主演して監督もしたの？信じられない。だろう。普通なら引退していてもおかしくない年齢なのに、彼は新しい物語を作り、自らその中心に立ったんだ。映画の内容も、落ちぶれた元ロデオスターが、少年と旅をする中で人生を見つめ直す、という、まさに彼の集大成とも言えるようなテーマだった。自身の年齢と重ね合わせるかのような役柄を、飾り気なく演じているなのぜ。90歳を過ぎても、現役で、しかも主演と監督を両方こなすなんて、すごすぎる。それはもう、作品の内容以上に、その事実自体が伝説だね。その通りなのぜ。許されざる者で監督としての地位を確立し、ミリオンダラーベイビーで2度頂点に立ち、アメリカンスナイパーで商業的成功も収めた。そんな輝かしいキャリアの終盤に、まさか90歳を超えてなお、第一線で活躍し続ける姿を見せてくれるとは、誰も予想できなかっただろう。これはもう、単なる映画の成功談ではなく、クリント・イーストウッドという人間の、映画への情熱と飽くなき探求心を証明する、生きた伝説なのぜ。だからこそ、
彼のキャリアを語る上で外せない、文句なしの第1位なんだ。総評またはまとめ。ああ、ついにトップ10全部終わったね。クリント・イーストウッド監督のキャリア、規格外で本当にすごかった。はっはー、今回のトップ10で、彼の監督キャリアがいかに長く、多岐にわたるかよくわかったなのぜ。いろいろなジャンルでも、普遍的なテーマを静かに描くのが彼らしいよね。ああ、そして90歳を超えてなお現役主演監督、その尽きない情熱こそが、彼を生きた伝説たらしめている。これは映画史じゃなく、一人の人間の偉業なのぜ。すごい。これからも注目だね。ああ、彼の作品を好きになるきっかけになれば嬉しいなのぜ。今日はここまでなのぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。